こんにちは。川崎です。今日はバタフライのうねりについて再び解説したいと思います。はい。ということで今日はバタフライのうねりについてちょっとね、情報のアップデートをして、もう一回きれいに、完全攻略っていうわけじゃないですけど、うねりの全体をちょっと皆さんにお伝えしたいなと思っています。この1本前にですね、バタフライの20秒の、映像を配信させていただきましたけれども、合わせて前回のうねりの映像も皆さんたくさんご視聴いただいて、本当にありがとうございます。いつも感謝しております。これからもね、よろしくお願いいたします。ということで、その前回バタフライのその動画上げさせていただいたので、そちら見てない方は、見てみてください。で、イメージがあって、で、そういう泳ぎになるための、この今日はうねりをその次に出させていただいたのにもやっぱり訳があって、ここでうねりをちょっと意識してできるようにしていただくと、今後のそのバタフライを作る時のプラスになって、ちょっと皆さんの中に入りやすいかなと思いましたので、ぜひね、今自分が現状こうなってますよっていうのを確認しながら、僕はこうなってて、皆さんはどうなってますよ。だからこうしてみたらどうですかみたいなことをね、皆さんにお伝えできればと思っておりますので、ぜひね、最後まで動画をご覧ください。では早速行きましょう。それではですね、今日はうねりについて解説させていただきたいと思います。ということで、まず最初はうねりの考え方ですよね。僕の考え方は、よくね、練習とかであると思うんですよ。腰を使う練習をしたりとかってあると思うんですけど、僕は腰は使うものっていうよりは使われるものだと思っています。それはなぜかというと、全体を通して腰を使うことがうねりにつながるというよりは、うねりがきれいにできる、または正しくできることで勝手に腰が出てたりとか使われたりするっていう考え方がまず重要かなと思っています。まあ、さっきも冒頭で話したんですけれども、これが泳ぎの肝というか、このうねりができてるかできてないかで泳ぎの作り方って変わってくるので、それをね、今日皆さんと一緒にね、ここの動画でレッスンできればと思っています。ということで、じゃあ具体的にね、中ちょっと深掘っていきましょうか。美しいうねりってじゃあどうなっているんだろうっていう、これ前回のおさらいですよね。もう一回今日そこをお話しできればと思っています。で、僕のうねりを見ていただくと、まあ、英法違反とか英法違反じゃないとか、もうそういうのはちょっとひとまず置いといて、どういう風になっているでしょうか。皆さんちょっと一緒に見てみましょう。ということで、もう一回いきますね。前回お伝えしたのは、良いうねりっていうのは、はい、止めます。ここじゃない方がいいですね。はい。僕の考え方っていうのは、ちょっとスローでいきましょうか。体が何両編成で泳いでいるかっていうのをまず非常に大事にしていますと。で、ちょっとこう、ルイさん重なっちゃってるので、先行きましょうか。はい。それをちょっと見ながら皆さん今考えて、見ていただければと思います。さあ、この人のうねりはどうなっているんでしょうということで。はい。じゃあ、ここら辺で止めましょうか。僕がいつも大事にしているのは今日も書いていきます。手っていうパーツ、頭っていうパーツがあって、この、今丸ちょっと書きますね。こういうものたちが順番で動作をしているっていうのがポイントですよっていう話をしています。で、うねりが良いうねりっていうのは、ここに行きたいとしましょう。今赤で線書きました。で、全部、この子たちも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 、全部がこの線を通過しましょうっていうのが、まず僕が大事にしているとこです。なので、例えば、これを1としましょうか。で、次を2としましょう。3、ちょっと変になっちゃいましたね。3、4、5としましょうか。この1から5の人たちが、V が同じこのピンクのラインに行ってるかどうかっていうのが、まず下の
うねってる面では大事になってきます。なので、1番目は行きましたよ。2番目は行きましたよ。でも3番目と4番目と5番目はそこまで行けてませんよってなっちゃうと、それはうねりが完了していないっていうことになってしまうので、その点含めて自分のうねりを皆さん見直して見ていただければと思います。ちょっとその点含めてもう一回見てみましょう。はい。全部の部品が同じところを通ります。なので、下ではいわゆるさっき説明したようにそういう動作が発生します。ね。ちょっと切れちゃってますけど書きましょうか。ここ。今ここに手が行きましたと。で、ここも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 、全部がここに向かっていかないといけないわけですね。なのに、後ろの人たちがこっちに途中で向きを変えちゃうと、これは正しくうねれてないっていうことになってしまうので、そこをさっき解説させていただきました。はい。もう一度見てみましょう。ね、ここ今なんか見やすいですね。このちょっと書きましょうか。この後ろに丸があると思うんですよ。なんかライトなんか見るのかわかんないんですけど、そこをちょっと注目して、ちょっと戻しましょうか。見てみましょう。そこに入った時に手から行きましたと。頭も行きました。体も行きました。腰も行きました。足も行きました。っていうようになってると、うねりっていうのは良いうねりということで、僕はいつもそういう点を確かめながら見ています。なので、うねりっていうのはいわゆる体重移動ですよね。体重の移動がちゃんとできてるかできていないかっていう判断っていうのはそこでしています。なので、さっき言ったみたいに1番目、この人は1番目と2番目と3番目はうまくいってる。はい、もう一回書きましょうか。1番目、2番目、3番目はうまくいったけど、その後4番目と5番目は違う方向に行っちゃいましたってなってくると、体重移動ちゃんとしたよっていうことではなくて、どちらかっていうと深く沈んだよって解釈していただいた方が良いかなと思いますね。ここの下の部分、ここに必ず全部のパーツが行きますよっていうのがポイントです。で、それも順番になってないといけないので、1番の人、2番の人、3番の人、4番の人、さっきもしたね、5番の人ってなってた時に、全部が同じところに行かないといけないので、これが、全部が一気に行くわけじゃないですよね、うねりって。1番からだんだん5番にかけて、そこに向かっていくっていうのがポイントになっていきますと。皆さんここまでいかがでしょうか。今のは下の部分。で、今度上も同じなんですね。上も同じです。上はね、水中の、水上の映像の時に、解説したいと思うんですけど、例えばなんですけど、これもう一個前戻しましょうか。ブレスしてないところの方がわかりやすいんで。上がこうやってビューンと行きましたと。で、今おそらく、はい、皆さんここ注目しましょう。背中が出てると思うんです、今。で、背中が出たら、その後は、だんだん他の部位も同じところに、ここですよね。この方がわかりやすいですね。ここ今出てますと。そしたら、この子もこっちに行きます。いいですか？この子もここに行きますと。で、この子もここに行きますと。全部が同じここにたどり着かなきゃいけないわけです。それが完了してるとうねりって綺麗にできます。なので、腰が行くことが重要というわけではなくて、前から順番ですよね。さっきも言いましたよね。前、こことこことここね。で、例えば腰があるとしましたと。で、これがこうあったときに、全部がこっからここまでが全部が同じところを通りますよっていうのがポイントですと。なので上と下考え方は一緒です。下も同じところに行くはずだし、上も同じところに行くはずである
ということが重要になっていきます。じゃあちょっと上からはね、上からの映像の方が分かりやすいと思うので切り替えますと。はい、今度は水の上から解説させていただきますと。で、さっきの下と原理は同じです。上の部分もちょっと止めましょうか。早速もう解説しちゃいますね。上の部分も下と原理は同じなんですよ。順番がやっぱり大事なので、どんな部品があって、それがどの順番でどうなるっていうのがポイントなんで、ここね、今背中が出てると思うんです。はい。皆さんね、背中。で、さっき言ってみたように、その他のパーツってここにあるんですよ。はい。で、その他のパーツはここにあって、それがじゃあどうなってるのか見てみましょう。背中が出ましたと。はい。次はちょっと背中の下が出てきましたね。ここ。はい。さっきと出てる部分違うはずです。で、はい。じゃあもう皆さん分かってくると思うんですけど、その後は腰が出てくるわけなんですよ。なので、最初にお伝えした通り、腰は出すものというよりは出てくるものなんですよ。だから腰だけが上がっちゃいけないんです。なぜならば、さっきも言ったように、順番、こういうパーツがね、いっぱいありましたと。こういうパーツがいっぱいあって、それに番号がありますと。ね。その番号順にちゃんと行きたいところに行くっていうのがポイントなんで、今じゃあここで言う腰っていうのは4番目ですね。例えばですけど、ここ4番目。これが最初に出たら、まあバタフライのうねりとしては、順番的にはちょっとおかしくなってしまうわけですよ。はい。皆さんよろしいですかね。ちょっと続けます。はい。なので腰が出て、で、お尻が出て、その後、はい。今どこ出てますかね。足の裏っておかしいですね。ももの後ろが出て、膝の後ろが出て、ふくらはぎが出て、足が出て、で、こうすることで、本当に少量の波とか、まあ、いわゆる抵抗とかしぶきで進めるようになるので、ぜひ皆さんちょっとそこ注目して、見てください。ね、こうやって泳ぎをじっくり深掘ると、わからないことが分かったりとか、意外とシンプルな構造になってるんだなぁなんて思ったりしますよね。帰りもちょっと止めながら見てみましょうか。ここね、背中。なので、多分、まあこれは今度ね、やろうと思うんですけど、入水したら、まずどこ出るかって腰じゃなくて、背中なんですよね。大事なのって。この背中の、あの、ここの部分と、ここの、今、丸しましたよね。1番の部分と、例えばここ2番にしていいですか？で、3番。で、この1と2の、2とこの3ですよね。ここだけがこうやって折れるようになると、よりうねりやすいので、背中の丸まり結構重要です。で、その後さっきも言いましたね、背中の下、腰、お尻が出て、足たちの上から下までが出ていきますよっていうのがうねりの原理になってますと。はい、皆さん自分のうねりって実際こうやって深掘ってみるとね、こうやって解説するとちょっと難しく感じるかもしれないんですけど、原理としてはそんなに難しくないかなと思います。何のパーツがあって、それがどの順番で動いてるかだけって言ったらあれですけど、だけなんで、その、1、2、3番はうまくいってて、4、5番がなんかうまくいってないんだったら、4、5番がうまくいくようなやり方を考えてあげればいいと思うので、いつも言うように、スキルがある、なし、うんぬんだと僕は思っているんですよ。結局ね、皆さん長く練習してくださってたりとか、一生懸命やってくださってるんで、いわゆるそこの、1、2、3番がうまくいきましたと。じゃあなんで4と5番はうまくそこに行かないんだろう。そのためにはじゃあどんな練習したらいいだろうとか、どんな意識をしたらいいんだろうっていうのがポイントかなと思います。はい。じゃあ次ですね。またちょっと水中の映像に戻して体重の移動の、見え方の話はしたんで、今度は、体重のかけ方なんかちょっとお話できればと思うので、ちょっと動画戻しますね。はい、水中の映像に戻ってきましたと。で、さっきの点含めてちょっともう一回見てみましょうか。はい。最初にお話ししたのは下がちゃんと同じとこ行ってますよっていう話。上と一緒です。
どのパーツを持っていて、それがどの順番でそこに行くかがポイントです。はい。上も同じですよね。ここ今見やすかったですかね。ちょっと戻しましょう。はい。背中、書きましょうか。はい、書きますね。よいしょ。背中が出てますと。ね。ここからだんだんこういう風に今、下に下がっているんで、うねりがね。で、このパーツが全部ここに行きましょうっていう話しましたね。はい、進めますよ。はい。変わりましたよね。出るとこがね、背中からちょっと腰のところ。で、お尻、足、膝の後ろ、ふくらはぎで足っていう状態で、こういううねりになってるのが、非常にこの映像だと分かりやすいかなと思います。それで今回っていうか、ここからは体重の移動の仕方、ちょっと皆さんに、じゃあ実際どうやってやりゃいいんだよって話になってくると思うんで、前の映像でもお話ししたんですけど、体重をかけるときっていうのは、ここにちょっと動画貼っときますけど、僕はジェットコースターと同じような要領だと思っているんですね。で、ジェットコースターっていうのは、皆さん乗ったことある方、乗ったことない方いらっしゃると思うんですけど、乗ったことなくても想像できると思うんですけど、カタカタカタと上に上がっていきますと、でカタカタカタと上に上がってって、最初落ちる時の瞬間ってすごい角度あるんですよね。ここに写真貼ってますけど。で、この力を利用してずーっと走ってるわけですよ。だから最初の、加速でこれ計算間違うと多分最後たどり着かないんですけど、そういうのが大事ですと。で、そういうとこから僕はインスピレーションっていうんですかね、発想を得て泳ぎに、この動きってなんか体重の移動と一緒だなと思って、使ったりしています。だから僕の例えって結構いろんな他のもの、日常であるものとかを結構参考にしたりして泳ぎを作っていますと。で、もう一つは前回も説明した通り、最短最速曲線かなんかそんな名前だったと思うんですけど、ここに貼っときますね。はい。これ見ると、どこが最短でたどり着きますかっていうような実験なんですよ。で、なんでこれを見つけたかっていうと、目標達成とかってあるじゃないですか。泳ぎとかじゃなくてね。自分が想像している目標に対して、理想としている目標に対して、どういう道をたどったら人間は一番ゴールを達成する速度が速いんだろうなと思ってなんかネットで調べていたら、どうやらこういうのがありますと。で、そこからまた発想を得て、これは面白いと思ってバタフライの動きのうねりの導入に使っていますと。で、これ見ると、まっすぐ降りることと、深く行くことと、まあ真ん中があるんですけど、真ん中のような感じが一番ゴールにたどり着きますよっておそらく言ってるんですね。なので、僕が今これで体重の移動の仕方で伝えたいのは、まず体重のかけ方なんですよ。はい。ちょっと止めますね。まあ皆さん順番はさっきお話ししたんですけど、例えば、ここに行きたいと今オレンジにしました。その時に、こういう風に体重をかける。こういう風にっていうのは、物が直線で体重をかけていくよりも、こういう風に体重をかけた方が体重乗りますよっていう話なんですよ、あれは。なので、見た目は綺麗な弧を描いてるような感じがするんですけど、行きたいとこに対して直線で向かっていくよりは、少し下に体重をかけて行きたいところに行くっていうのが体重のかけ方としてはポイントだと思います。動きながら下に体重かけるので、見た目はこう描くようになります。なので、皆さん泳いでる時に真下に体重かけるとなんだか進んでないんじゃないかっていう感じがするんですけど、皆さんは泳ぎながら、いわゆる進みながら真下に力をかけているので、そうは見えないので、そこは安心してね、ちょっと下に体重かけると。で、かけたらこっちに行くと。これが結構体重のかけ方としてはポイントかなと思います。はい。なので、この映像を見ると、弧を描いてなんか綺麗にこう、スーッとね、いってるような感じするんですけど、ここね、腕一瞬見ていただくと、ここの一瞬、はい。
一回グッとね、下に体重乗せてるんですよ。グッとね。で、その後、行きたいところに行くっていうのがポイントですので、皆さんちょっとそれね、体重のかけ方、今自分のどうなってるかなって確認していただいてやっていただくと、体重乗せやすくなると思いますので、ぜひやってみてください。で、もう一つ言うならば、体重のかけ方、何秒ぐらいかなって、皆さん、体重の移動の時間すごく早いと思うんです。それはいわゆる最初に言ったように、腰だけを上げようとすると、ぴょんと上がってしまうので、うねりの時間がすごく早くなってしまうんですよ。なので、僕が見てると、ゆっくり時間をかけて、さっき言ったみたいに全部のパーツが同じところを通るには、やっぱり時間が必要なので、僕がお勧めするのは、書きましょうか。1、2は、ここは、書きますね。すいませんね、下手で。下に向かってる時間です。で、3。これは向きを変える。いいですか？で、4。1、2、3。1、2で潜って、3で向き変えて、4で多分角がいいと思います。はい。ちょっと見えづらくてすいません。1、2で潜って、3で向き変えて、4で書くとおそらくちょうど良くなるので、うねりの時間わからないなっていう人、あとは、イメージとして僕の泳いでる多分速度とか深さ、同じにやっていただければその秒数でいけると思うので、ちょっと見てみましょうか。はい。ちょっと普通に進めた方がいいですね。潜りますよ。1、2で3、4っていう感じ。はい。では、いろいろお話しさせていただきましたが、最後にね、どんな練習したらいいんでしょうっていうのをお話しさせていただければと思うんですけれども、前回もお伝えした通り、この今ね、映像で見えてるやつをプル V をつけてまずやってみるといいかなと思います。プル V をつけてやった時に、さっき言ってたみたいに、同じところに潜れてますかっていうのをやってあげると、うねりの原理がちゃんと体に入っている状態と入っていない状態だと、おそらくプル V って浮かぶものなんで、はい、ちょっと止めますね。プル V って浮かぶものなんで、多分おそらくですけど、潜れない方もいらっしゃると思います。ここがおそらくプル V つけるとこで浮かぶようになってしまうんで、多分ここの前の部分は行きたいところに対して行けると思うんですけど、ここの後ろの部分が多分行けずに、こっちに流れてしてプカプカ浮いたりしちゃうので、そこをね、チェックの材料で使っていただくと良いのかななんて思います。なのでちょっとプル V、皆さんちょっと使ってみてください。あとは、プル V だけでうねりの練習、スイムでそういう状態になったら、プル V でうねりだけの練習をしてみてもいいかなと思います。その時は、どうやる、こうやるっていうよりは、もうとにかく沈めようと思ってあげるだけで、いいと思います。で、なんかこんな言い方もどうかわかんないですけど、そのうち潜れるようになってくるので、体っていうのは、こう、何かしよう、これを沈めようとすると、そのようにだんだん体自身がやろうとしてくれる動作に変わっていってくれるので、最初できなくても、続けてトライしていただければと思います。で、もう一つ言うのであれば、例えば腕でビート板を持って、ビート板を沈めようとしてあげるのも有効だと思います。プル V をつけた場合っていうのは、お尻とか下半身を沈めようとする努力なんですけど、ビート板を持ってビート板を沈めようとしてあげると、それは上半身の、うねりの最初の初段階の練習になると思うので、その2つね、ぜひやってあげると、さっき言ったみたいに、ただ沈めようとするだけで、沈めようとする体の動きが自然とできてくるので、そこをね、何度かトライしてあげるといいのではないかなと思っております。ということでね、ちょっと解説がとっても長くなってしまったんですけれども、要所要所、チャプターつけながら、チャプターをつけて、配信しますので、
そこ自分のなんか必要だなと思うところに飛んでいただければと思います。ということで動画戻します。はい。いかがでしたでしょうか。少しね、長めの動画になってしまったんですけれども、うねりに関してはこの1本を見ていただければ大丈夫かなと思って、作らせていただいてます。前回に引き続きアップデートしてちょっとね、話す内容をプラスして、ちょっとお話ししたような感じになっておりますと。まあ、本とかでもよく、初版から次の、内容がちょっとプラスされたりとか、そういうイメージ持っていただければといいと思うんですけど、やはり僕はうねりを最重要の項目だと思っていますし、それを習得してる、また、さらにはできているかで、バタフライの出来って変わってくるのかなと思います。なので、手単体だったり、足単体、とか、ブレス単体とかっていう考え方をするよりは、まずこの土台のうねりがしっかりできていますと、その上で、じゃあ手がこうなってる、足がこうなってる、タイミングがこうなってる、うねりはできてんのにな、手はこうなってるな、とかっていうような考え方が僕はやりやすいですし、お伝えしやすいので、そういうふうにお伝えさせていただいてますと。なので、うねりの仕方をまず原理を知っていただいたり、できるようになっていただいたりすることが皆さんのバタフライをより、幸せにするかなと思いますので、ぜひ今日の動画ね、やっていただいて、また感想なりいただければと思っております。ということで、いつも本当に見ていただいてありがとうございます。私もコメントを見たりとか、この間も水中家庭教師のルイさんが私の紹介してくださったりとかで、なんか YouTube のこのコミュニティってすごいなと思って、パワフルさを感じると同時に、なんかそういったね、僕以外の YouTube 発信してる方とかも結構いらっしゃいますから、そういうのにやっぱり習いながら勉強させていただきながら、ね、いずれ良ければコラボだったりとかなんかできたりとかなーなんてちょっとね、僕みたいなの言ってもどうかなと思うんですけど、何かあればなと思っていますので、よりね、このコンテンツが充実して、チャンネル登録している方、または、初めて見る方も、より、なんかこのチャンネル面白いなとか、勉強になるなとか、これやってみようかな、みたいな、それぞれの皆さんの水泳の生活にプラスになればなと思っていますので、今後ともよろしくお願いいたします。ということで、また次回、動画でお会いしましょう。次回はクイックターン。配信したいと思っておりますので、お待ちください。ありがとうございました。行く先々の花が水をあげてた。可愛い君笑った黒い